はじめまして、私の名前は美咲です。32歳、独身です。東京に住んでいます。私はアパレル会社で働いています。この会社に勤めて9年になります。仕事が趣味のようなもので働くのが好きです。マーチャンダイザーの仕事をしています。服の商品の企画や販売やサービスの計画を立てる仕事です。今日は私が担当している関西の店舗に出張をします。出張初日の私の一日を紹介します。よろしくお願いします。何度も目覚ましが鳴り、ようやく目覚めます。私は朝がとても弱いです。毎朝何度も目覚ましが鳴りますが、全然起きられません。遅刻をしないギリギリで、いつも目が覚めます。家を出るまであまり時間がないので、急いで身支度をします。まず、顔を洗って気分をすっきりさせます。お化粧に時間をかける余裕はなさそうですが、アイメイクだけは入念にします。お化粧は目が命です。髪はコテで巻いて整えます。髪を下ろしているスタイルの方が好きですが、仕事中は束ねることも多いです。服を着替えます。いつも仕事には私の会社のブランドの服を着ていきます。今日はお気に入りのワンピースです。出張のために新幹線で移動する時間が長いので、座っていても楽な服装を選びました。出張用の小さめのトランクに今朝使ったヘアコテと化粧道具を詰め込んで、忘れ物がないか確認します。着替えや出張に必要な書類などは昨晩のうちに事前に準備をしておきました。朝ごはんを食べる時間はないので、途中で何か買って新幹線の中で食べようと思います。いつも朝はバタバタしてしまいます。出張用のトランクといつもの通勤バッグを持って出発です。家から最寄りの駅までは徒歩で向かいます。この時間は通勤や通学で多くの人が駅に向かって歩いています。今日は風が強いです。せっかくセットした髪が乱れてしまうのは悲しいです。急いでいる日に限って、なぜか赤信号で止まってしまいます。もっと余裕を持って行動しなきゃ、と反省です。駅に到着しました。駅は線路に落ちてしまわないか不安になるくらい人であふれています。転落防止用の柵がある駅もあるのですが、私が利用している駅には設置されていません。少し怖いです。東京駅行きの電車に乗り込みます。東京駅で新幹線に乗り換えるためです。電車内もとても混雑していて、座ることもできませんし、立っているのも大変です。東京駅が終点なので、電車の奥の方に立つようにしました。そうすることで、降りる人に押されることがありません。電車の中で
ネットニュースを読みます。ファッションやトレンドのニュースは必ずチェックするようにしています。彼氏に LINE アプリでメッセージを送ります。行ってきますの挨拶のスタンプを送りました。今日、彼は会社で大事なプレゼンがあるようです。頑張ってのスタンプも送りました。彼も私も仕事大好き人間なので、休みの日しか会うことはできません。でも、こうやって合間に話をすると元気が出ます。東京駅に到着しました。東京駅はビジネスマンと観光客でにぎわっています。東京駅に着いたら、まずコンビニで朝ごはんと飲み物を買います。コンビニは何でも売っているので便利です。朝ごはんはハムと卵のサンドイッチを買いました。飲み物にはコーヒーとペットボトルのお茶を買いました。コンビニのコーヒーはカップをレジで買って自分でコーヒーマシンから注ぎます。好みのシュガーを加えることもできます。私はアーモンドシュガーを入れました。とても美味しいです。電車の中でご飯を食べることを普段はしませんが、新幹線だけは特別です。新幹線の中で駅弁と呼ばれるお弁当を食べる人は多いです。新幹線で食べるご飯はなんだか特別な気分です。出張先のスタッフたちへのお土産も買います。この時間はまだあまりお店が開いていません。東京土産の定番の東京バナナが売っていたので5箱買いました。関西のスタッフたちに配ります。関西の友達にもお土産を買います。関西出張中に大阪に住んでいる友達にも会う予定です。東京にしかお店がないワッフルのお店を見つけました。これをお土産として持っていこうと思います。新幹線の時間が近づいてきたので、改札に向かいます。新幹線のチケットは、事前に人事部の方が取っておいてくれました。改札にチケットを入れて、さあ、出発です。新幹線に乗り込みます。向かうは大阪です。大阪までは2時間半ほどの旅です。指定席を取っていたので、自分の席を探して座ります。右側の窓際の席でした。私はラッキーです。なぜなら、東京から大阪に向かうときに、右側の窓際に座っていると、富士山が見えるからです。席に座って、ノートパソコンを取り出します。移動中の時間に仕事をします。イヤホンで音楽を聴きながら仕事開始です。私が担当している店舗の売り上げを確認してデータを入力します。報告書を確認してトゥードゥーリストを作成します。東京の本社や各店舗とチャットを使って報告や確認をします。これらはデイリータスクです。デイリータスクを終える頃、新幹線は
横浜駅に到着しました。横浜駅から先は名古屋まで停車しません。人の乗り降りがないので、落ち着いて朝ごはんを食べられます。カバンから先ほど買ったサンドイッチを取り出します。先ほどお茶も買ったのですが、サンドイッチとお茶はあまり合いません。コーヒーはもう全部飲んでしまいました。ジュースも買っておけばよかったと少し後悔です。まあ気にせずに朝ごはんタイムにします。いただきます。と小さく手を合わせてサンドイッチを食べます。卵がふわふわしていて美味しいです。朝ごはんを食べ終わると、そろそろ富士山が見えてくる頃です。ワクワクしながら窓の外を眺めます。富士山が見えてきました。日本に住んでいても富士山を見ると感動します。とてもきれいな形の山だと思います。スマホで写真を撮って彼氏に LINE で送りました。インスタにも投稿しておきます。気分を入れ替えて仕事を再開します。会社ではミーティングが終わったところのようです。ミーティング資料と報告書がメールで届いていました。資料に目を通し、チャットで確認や質問をします。私の会社が作っている洋服ブランドは日本全国に30店舗ほどあります。今回の出張で訪れるのは関西の8店舗です。ストリートフォーマルなコンセプトでシルエットが美しいレディース服ブランドです。私もこの会社で働く前から大好きなブランドでした。このブランドの仕事に携われてとても幸せです。仕事に集中していると、あっという間に京都駅を過ぎて、あと20分くらいで大阪に到着します。ノートパソコンをバッグにしまって、新幹線を降りる準備をします。トイレに行って到着するのを待ちます。新大阪駅に到着しました。バッグとトランクを持って新幹線を降ります。大阪の地下鉄に乗り換えて梅田にある店舗に向かいます。大阪には何度も来ているので乗り換えもスムーズです。新幹線が止まる新大阪から店舗のある梅田までは10分もかかりません。電車の本数も多く、大阪はとても便利です。大阪も東京と同じくらい人が多いです。大阪は東京よりも賑やかな雰囲気で楽しいです。梅田駅から徒歩5分ほどで店舗のあるショッピングビルに到着しました。とても賑わっています。このビルには服屋さんと飲食店がたくさん入っています。若者に人気のショッピングスポットです。従業員用の入り口に行き、入館証をもらいます。従業員はお客さんとは別の入り口からビルに入ります。従業員用のエレベーターに乗って店舗のある5階に向かいます。従業員用のエレベーターは少し古いです。エレベーターには
他の店の従業員の方も乗っていたので、お疲れ様です、と挨拶をします。仕事中は、面識がない人に対しても、お疲れ様です、と声をかけることが多いです。挨拶は気持ちがいいですね。私たちのブランドの店舗に着きました。スタッフがお客さんに接客をしています。何人かのお客さんが店で商品を選んでいました。気に入る服を見つけてくれると嬉しいです。お店の店長とスタッフに、お疲れ様です、と挨拶をします。このお店のスタッフは全員顔なじみです。東京駅で買った東京バナナをお土産に渡します。みんな喜んでくれました。東京バナナはカステラの中にバナナ味のクリームが入っているお菓子です。優しい味がしてとても美味しいです。店長に声をかけ、一緒にランチミーティングをすることにしました。店長は大崎さんと言います。大崎さんと私は同い年です。服の好みや食の好みが似ているので、とても気が合います。大崎さんのおすすめの定食屋さんに行くことにしました。大崎さんはこの定食屋さんの常連だそうです。この定食屋の店員さんはザ・大阪という感じでとてもノリがいいそうです。大阪の人たちは面白い人が多いことで有名です。話していると楽しいですし、いっぱい笑わせてくれます。定食とはおかずを選べるメニューです。ご飯とお味噌汁は必ずセットで一緒についてきます。おかずはご飯によく合う和食が多いです。家庭の味とも言われる馴染み深い料理がたくさんあります。私はアジフライ定食にしました。大崎さんはエビフライ定食を注文しました。二人とも揚げ物が好物です。定食を食べながらミーティングを行います。店舗の課題をヒアリングしたり、相談に乗ったりします。梅田店は売り上げも良く、店員さんのモチベーションも高いので、あまり心配していません。今回の出張の目的である新作のプロモーションの話をして、一緒に計画を立てました。たくさん売れるといいですね。大崎さんはこの春、結婚をするそうです。私もとても嬉しくなりました。結婚式に呼んでいいか聞かれたので、もちろん、と返事しました。幸せのお裾分けは嬉しいことです。大崎さんと店舗に戻って、業務開始です。まずは、私も店に立って接客をします。接客は得意ではありませんが、お客様の話を聞いて、大阪のトレンドを知るのは大切なことだと思っています。平日の午後ですが、お客様がひっきりなしに入店されます。人気の店舗のようで、とても嬉しいです。親子連れ、女性の友達同士、カップルなど、
様々なお客様に接客をして服を販売しました。売り上げも良さそうです。大阪では東京よりもカラフルな服や凝ったデザインが好まれるようです。地域によって好みが変わるのは興味深いです。次は新作の商品をディスプレイします。私の仕事は VMD といって商品を視覚的に魅力的に見せることです。大阪のトレンドに合うようにマネキンに服を着せます。飾り付けや値札の位置なども調整します。営業時間中なのでお客様の邪魔にならないように作業を進めていきます。早速、新作の商品を見ているお客様もいます。反応が良いので、とても期待できそうです。その後は、ストックルームが整頓されているか、従業員が働きやすい環境になっているかを確認します。これは、大崎店長がしっかりと管理しているので、全く問題なさそうです。とても頼りになります。作業をしていると、あっという間に夕方になりました。今日は大阪にある別の店舗にも行きます。梅田店の皆さんに挨拶をして、次は難波にある店舗に向かいます。梅田から難波までは地下鉄で10分ほどです。大阪の地下鉄は本数も多くて乗り換えもなく、とてもわかりやすいです。スムーズに移動することができます。大阪難波店に到着しました。従業員入り口から入館証をもらって店舗に向かいます。難波店はファッションビルの1階にあります。人通りが多いので、人目を引くディスプレイが重要です。店舗に到着し、店舗スタッフに挨拶をします。難波店の店長とは、はじめましてです。佐々木さん、と言います。佐々木さんは、以前は九州の店舗で働いていました。今年から難波店に異動になったようです。とてもやり手だと聞いています。佐々木さんは背が高くて、笑顔が素敵な女性です。でも、怒ると怖いそうです。難波店の皆さんにも、東京バナナをお土産に渡します。佐々木店長に声をかけて、カフェでミーティングをすることにします。大阪にも東京と同じようにおしゃれなカフェがたくさんあります。大阪は日本で2番目の大都市です。このカフェ、イケメン店員が多いんですよ、と佐々木さんが笑顔で教えてくれました。期待で胸が膨らみます。カフェに着くと、爽やかなイケメン店員さんがいらっしゃいませ、と元気に挨拶をしてくれました。これは目の保養になるね、と佐々木さんに目配せをして小声で伝えました。佐々木さんは、うんうんとうなずきます。私はホットアーモンドオレを注文しました。佐々木さんはキャラメルマキアートを注文していました。このカフェはいろんな味のコーヒーや紅茶を置いているので人気のようです。
注文を取りに来たイケメン店員さんにシフォンケーキを勧められました。佐々木さんもおすすめだそうです。せっかくなので、シフォンケーキも注文することにします。佐々木さんも頼んでいました。美味しいコーヒーとケーキを食べながら、ミーティング開始です。まずは、仲良くなるために雑談をしました。九州のことや、大阪のこと、東京のことを話したり、お互いの趣味について話しました。佐々木さんは、ホテルに泊まるのが好きで、大阪に住んでいながら、たまに大阪のホテルにも泊まるそうです。非日常が体験できる素敵な趣味ですね、と伝えたら、お金はかかりますけどね、と笑っていました。佐々木さんのおすすめの大阪のホテルは、あべのハルカスにあるホテルだそうです。あべのハルカスは、超高層ビルです。ホテルの客室から大阪の夜景が一望できるそうです。いつか泊まってみたいです。佐々木店長に、難波店の状況や悩みがないか聞いてみました。難波店のスタッフの中に一人、問題があるようです。そのスタッフは、遅刻が多くて、注意をしてもなかなか治らなくて、困っているようでした。東京本社の人事部に相談しておく、と伝えておきました。私も朝が苦手なので、少し気持ちはわかります。また、難波店は、梅田店よりも売り上げが低いです。その原因と対策について話しました。難波店は1階にあるので、人通りは多いのですが、ウィンドウショッピングだけで買わない人が多いようです。買い物目的ではない人に商品を売るのは簡単なことではありません。でも少しでも売り上げを増やしたいです。アクセサリーや安めの値段の T シャツなどを手に取りやすい場所にレイアウトすることで改善ができそうです。そうと決まれば、早速店舗に戻って作業開始です。イケメン店員に、ごちそうさまでした、と挨拶をして店舗に戻ります。まずは、梅田店と同じように、接客をしてお客様と話をします。難波店の客層は、少し若めの方が多そうです。綺麗なデザインよりも、可愛いデザインが好まれそうだと思いました。また、若い人が多いので、値段にも注意が必要そうです。安めのものを手に取りやすい位置に置いて、集客を促します。リサーチ結果を生かして、店内の配置替えをします。一枚でおしゃれを楽しめるワンピースをマネキンに着せました。飾り付けも派手めにして、人通りが多いことを生かして、人目を引くようにレイアウトし直しました。少し店内の様子を見ていると、ワンピースの売れ行きがいつもより改善されていそうです。作戦は成功したようです。店長に今後のディスプレイのアドバイスをしました。一緒に売り上げを上げていけるように頑張ります。難波店は従業員の年齢層も低めで活気があります。新しいスタッフも多いですが、一人一人に声をかけて励まします。
店舗運営がうまくいくように盛り上げるのも私の仕事の一つです。さて、今日の業務終了です。今日は大阪のホテルに宿泊するので、タクシーでホテルまで向かいます。タクシーに乗り込んで、運転手さんと雑談をしました。大阪ではタクシーでもおしゃべりを楽しめます。私は大阪人の人懐っこさと明るさが大好きです。初めて会っても友達のように接してくれます。出張で大阪に来たことを伝えると、おすすめのうどん屋さんを教えてくれました。かすうどんが大阪で有名だそうです。東京ではあまり見かけないので、大阪出張中に食べてみたいと思います。運転手さんとの楽しい時間はあっという間に過ぎて、ホテルに到着です。ビジネスホテルに宿泊します。ビジネスホテルは出張でよく使われるホテルです。比較的安めで便利な場所にあることが多いです。明日は京都と神戸に行くので、駅に近いホテルを選びました。京都と神戸は大阪から電車で30から40分です。ホテルのロビーを進み、フロントでチェックインをします。予約確認書をフロントで見せて名前を伝えます。名前や住所を台帳に書くように言われたので記入しました。フロントで部屋の鍵をもらって部屋に向かいます。ビジネスホテルなので自分で荷物を運ばなければなりません。私の部屋は5階にあるそうです。エレベーターに乗って部屋に向かいます。エレベーターを降りたところにアメニティが置いてあったので必要なものを持っていきます。ホテルによりますが、ビジネスホテルは安い分、自分でやらなければならないことが多いです。歯ブラシが置いてありましたが、歯ブラシは普段使っている電動歯ブラシを家から持ってきたので必要ありません。フェイスパックが置いてあったので1枚もらっていきました。こういう気遣いは嬉しいです。私の部屋は503号室のようです。部屋のカードキーをドアにかざして、ピッという音がしたら鍵が開きます。部屋の入り口にあるカードキーホルダーにカードを挿すと、部屋の電気がつきます。部屋に誰もいないときは電気を消しておけるので、エコだと思います。部屋に入って、荷ほどきをします。明日着る服をハンガーにかけておきます。この後、大阪に住んでいる友達と会う予定があるので、LINE で連絡をします。友達はゆきちゃんです。ゆきちゃんは大学時代の友達で、大阪出身です。東京の大学に一緒に通っていましたが、今は大阪で就職して、大阪に住んでいます。コテコテの大阪人で、明るくて、一緒にいてとても面白いです。会うのは1年ぶりなので、楽しみです。少し化粧直しをして、ゆきちゃんとの待ち合わせ場所まで向かいます。ゆきちゃんとの待ち合わせ場所の天王寺駅に到着しました。駅でゆきちゃんが待ってくれていました。
久しぶり、と声を掛け合います。ゆきちゃんは大阪弁でお腹減ったやんなと言いました。大阪弁はイントネーションや語尾がユニークです。親しみのある話し方なので、私はとても好きです。今日は一緒に串カツを食べに行くことにしました。串カツは大阪が本場です。有名なお店がたくさんあります。串カツは肉や野菜を串に刺して衣をつけて揚げたものです。ソースをたっぷりかけて食べます。お店は地元の人でにぎわっています。ゆきちゃんのおすすめの串カツ屋さんです。まずはビールを頼んで乾杯します。仕事終わりのビールは最高です。ビールを飲みながら注文をします。串カツの種類がたくさんあるので、どれにしようか迷ってしまいます。牛肉の串とレンコンやししとうなどの野菜の串を注文しました。しいたけなどのきのこ類も美味しいです。ソースをたっぷりつけて食べます。ソースの味は店によって異なります。この店のソースは少し甘くて美味しいです。紅生姜の串カツもあったので頼みました。珍しいと思いましたが、大阪では一般的なようです。地域によって食文化が異なるのは興味深いです。大阪は食い倒れの街とも言われるほど美味しい料理が多いです。紅生姜の串カツは少し辛みがありますが、衣の甘さとよく合います。どれもとても美味しくいただきました。串カツを食べながら、ゆきちゃんと近況報告や大学時代の思い出話をします。話に花が咲きます。普段 SNS で様子を知ることはできますが、こうやって直接話せるのは楽しいです。二人とも明日も仕事なので、そろそろ解散です。名残惜しいですが、また次に東京か大阪で会う約束をしました。電車に乗ってホテルに戻ります。ホテルへの帰り道でコンビニに寄ります。明日の朝食を買うためです。出張に行ったら、なぜかコンビニでたくさん買い物をしてしまいます。私の同僚も同じことを言っていました。グミやアイスなどのお菓子も、なぜか出張中は食べたくなります。結局食べきれなくて、持って帰ることも多いです。ホテルのすぐそばにコンビニがあったので、立ち寄ります。明日の朝ごはんにメロンパンを買いました。ペットボトルのルイボスティーとアイスも買いました。お菓子コーナーもじっくり見ます。季節限定のチョコレート菓子が売っていたので買いました。移動中に食べる用のグミも買いました。先ほどたくさん串カツを食べたのに、レジの横に売っているフライドチキンがとても美味しそうに見えます。すごく迷いましたが、もう寝る前なので買わないことにしました。我慢です。ホテルに戻ってきて、すぐに化粧を落とします。
一日中メイクをしていると、顔が重たく感じます。さっとお風呂にも入ってしまいます。本当は少し眠いですが、面倒なことは先に済ます方が良いです。ビジネスホテルのお風呂は狭いので、湯船には浸からずに、シャワーで済ませます。お風呂上がりに、先ほどコンビニで買ったアイスを食べながら、顔パックをして、スキンケアをします。彼氏から電話がかかってきたので、寝る前に少し話します。彼は、今日のプレゼンはうまくいったようです。大阪の話をしていると、彼も大阪に行きたくなってきた、と言いました。仕事で大阪に行くことは多いですが、観光で行ったことはないので、今度は彼氏と旅行に行きたいと思います。大阪には USJ もありますし、人気の観光地です。大阪の名物、たこ焼きを食べたり、お好み焼きも食べに行きたいです。彼が寝る時間になったので、おやすみなさいを言って電話を切ります。早く彼に会いたいです。ドライヤーで髪を乾かして歯を磨きます。もう今にも寝てしまいそうなくらい眠いです。お酒も入っているので、すぐに眠れそうです。私はどこででもぐっすり眠れます。これは特技だと思います。それでは、おやすみなさい。私の大阪出張の一日はいかがでしたか？明日も良い一日でありますように。